皆さんこんにちは、チューソンと申します。今週と来週の2回に分けて、夏の終わりのウェブに関する怖い話というテーマで情報をお届けいたします。今週は、驚愕の事実、比較サイトの闇というテーマでお話しさせていただきます。僕は今までウェブ専門の広告代理店2社を経験しており、現在はフリーランスとしてウェブ広告の運用代行、それから自社で広告を管理したいという企業様の内製化支援といったウェブ集客コンサルティングを行っております。この動画を見てくださっている同業種の方、例えば広告代理店や制作会社の方、それからアフィリエーターさんであったり媒体者さんであれば、当然ご存知の事実だと思いますが、そうじゃない方にとってはかなりびっくりするというか、ショッキングな内容について今回ご紹介いたします。動画も最後まで見れば、今後ウェブ上で商品を購入する時の失敗を減らせるかと思います。もしよろしければ先にチャンネル登録やいいねボタンを押していただけたら幸いでございます。それでは行きましょう。皆さんはウェブ上で何かを探したり何かを欲しいってなった時にGoogle や Yahoo を使って検索しますよね。そして検索結果としてバーっといろんな記事が出てきますよね。よーく見ると上部の記事には小さく広告と書かれているものがあり、だいたい4つほど並んでいるかと思います。これをリスティング広告と呼びます。そのリスティング広告の下にもずらーっと多くの記事が永遠に掲載されております。そしてその探しているものの情報や比較サイトなどを見て最終的にこれにしようと思い、そのまま商品を購入したり、楽天や Amazon を使って購入したりするかと思います。これ多くの方がやっている普通の行動ですよね。何の違和感もないはずです。ただ、この行動には少し注意が必要です。なぜかと言いますと、今ちらっと申した比較サイト。結論としてこれは意図的に作られているものが多いです。Google を使って何かしら検索をしてみると、必ずと言っていいほど比較サイト、ランキングサイトが複数出てきます。〇〇厳選10社徹底比較とか、2020年決定版〇〇比較はこちらみたいな記事タイトルがあり、それをクリックするとこのような比較表が出てきたり、商品を1位から5位まで順に掲載していたりというものが出てくるかと思います。あとは複数の選択肢があり、自分でチェックを入れて検索をかけると自分の好みに合った商品を一覧表示してくれたりするものもあります。当然広告の枠にも比較サイトがありますし、その下の記事にも複数存在します。例えばクレジットカードと検索するともはやもう比較サイトしか出てきませんね。で、なぜこれが意図的に作られているかということについてご説明いたします。説明するのには、まず区分けする必要があります。まず、広告による比較サイトについてです。広告というのはリスティング広告のことを指します。リスティング広告なんぞやという方に関しては、別の動画でご紹介しておりますので、概要欄か右上のリンクからご覧くださいませ。例えば、架空の商品ですが、足が速くなるサプリメントがあったとします。これを毎日飲み続けていれば足が速くなるというものです。架空なのでおそらく実際には存在してないかと思います。足が遅くて悩んでる人が足が速くなる方法みたいな感じで検索をして、とある足が速くなるサプリメントの比較サイトをクリックしたとします。今回は小さく広告と書かれていたのでリスティング広告と言えます。中を見てみると A 社が爆速サプリ、B 社が特急サプリ、C 社が高速サプリ、D 社が瞬速サプリと並んでおり、A 社の爆速サプリが一番人気ということが分かりました。価格、成分、実績、満足度など全てにおいて20丸で2位以下とはかなり差がありました。ここまで差があるということを見せつけられたら、普通の人なら絶対 A 社にしようと思ってしまいますよね。そしてそこに記載ある公式サイトはこちらという文言をクリックしてそのまま公式サイトに飛んで商品購入するというものです。ただ実際これは爆速サプリを販売している A 社が絡んでこの比較サイトを作っていることが多いです。A 社や広告代理店、制作会社などが協業してサイトを作るといった形です。つまり意図的に A 社の爆速サプリが1位になるように比較する項目を決めたり、大げさに2位以降との差をつけるなどを行っています。ただ嘘をつくのは NG なので、そこに書いてある内容自体は間違っておりません。ちょっと見せ方を変えるだけで自社の商品をよく見せたり、あえて価格が高い他社商品をピックアップして比較表に載せたりしています。また自分で絞り込んで検索できる箇所においても、どれにチェックを入れても自社商品ができるだけ表示されるように項目を作っているサイトもあります。ここまで話を聞い
て、そんなのもう茶番じゃんと。もう一生比較サイトを信用しないと思われた方いるかと思います。そうなんですよね。比較サイトの運営者情報を見ても、今回の例で言う A 社がこのサイトを作っていますと記載があるわけではなくて、別の会社や制作会社などが明記されているケースがほとんどなんですよね。あくまで A 社は介入しておらず、第三者がこの比較サイトを作っていますよという体ですね。なので、この業界に勤めている方じゃなければ、そんなのわからないですよね。普通に趣味でこの比較サイトを作ってくれてるんだなと、むしろ感謝しますよね。しかし、今説明したように、比較サイトをご活用する際には十分注意が必要ということですね。ただ、ポジティブな要素ももちろんあります。よーくサイトを見てみると、調査概要という名目で、実際にアンケート調査した結果を記載しているものもあります。また、先ほども言ったように、相当悪質じゃなければ、嘘の情報は絶対書かないですし、書いてもすぐにバレてメーカーから指摘されます。何より、意図的に操作されているとはいえ、無限にある商品の中から自分に合ったものを紹介してくれるという意味では、やはりこういった比較サイトは大変ありがたい存在なのかなと思います。Yahoo や Google の広告ポリシーとしても、最近だと1位とか2位とかランキング形式にするもの自体が NG だったりもします。ランキング形式にはせず、一覧表示のようにして、全ては消費者の判断に委ねるという形の方が推奨されております。または公平性を徹底するために、先ほど申した調査概要のところも細かく記載しないと審査が通らないということもあります。このように昔と比べるとかなり健全化されている傾向にございます。全部が全部悪いものではないので、信用できる比較サイトを見つけて自分の判断でぜひご活用いただけたら幸いでございます。そしてもう一つが広告以外の比較サイトの記事についてです。検索結果のほとんどが広告以外のものとなります。上部に掲載されている広告枠の下に表示されるものすべてですね。広告ではないのでお金を払えば払うほど上部に掲載できるというものではございません。何百本と時間と労力をかけてたくさん記事を書いてやっとこそ検索結果の上部に表示させることができるというものですね。なので検索結果の上部に表示されているものは精鋭部隊と言えますね。一般的には良質な記事とされております。その良質な記事の中にも比較サイトが多く存在しております。これをクリックしてみると、広告の時と同じように比較表であったり、自分でそれぞれチェックを入れて検索をかけると、自分の好みに合った商品を一覧表示してくれるようなサイトもございます。ただ、この比較サイト、広告での比較サイト以上に注意が必要です。いろいろな比較サイトを見てみると、同じ商品が1位になってるっていうこと多くないでしょうか。先ほどの例で言うと、A 社の爆速サプリ、B 社の特急サプリ、C 社の高速サプリ、D 社の瞬速サプリがあった場合、A 社の爆速サプリが1位になっている比較サイトばかりがあるということですね。リスティング広告では、A 社が広告代理店や制作会社などと協業して比較サイトを作成し、広告掲載しているケースが多いですが、今回の場合、A 社が直接関わっているっていうことはほとんどございません。ではなぜ A 社の爆速サプリが1位になっている比較サイトが多くを占めるのか。ここでキーワードになってくるのがアフィリエイトです。例えば、足が遅くて悩んでいる人がとある比較サイトを見つけて、A 社の爆速サプリをこのサイト経由で購入した場合、この比較サイトを運営している運営者に報酬が入ります。比較サイトという情報を提供して商品購入を促してくれた謝礼みたいなイメージですね。この謝礼は A 社から ASP という仲介業者を通してサイト運営者に支払われます。これがアフィリエイトの仕組みです。当然 B 社、C 社、D 社もこのサイト経由で商品購入がなされたらサイト運営者に謝礼を支払います。ただこの金額が一番高いのが今回でいう A 社ということになります。であればサイトを運営する立場からすれば同じ労力をかけるのであれば最も多く謝礼を支払ってくれる会社を PR したいと思うはずですよね。たとえ A 社の爆速サプリが他の会社と比べて劣っていたとしても先ほどの広告の時と同じように A 社が優位に立つように比較する項目などを変更してランキング1位にしてしまえば多くの人に商品購入を促すことができます。ということで A 社の爆速サプリが1位になるような比較サイトばかりが存在してしまうという現象が起きてしまいます。消費者からすればこの比較サイトでも1位、あの比較サイトでも1位、その比較サイトでも1位となっている商品があれば本当にいい商品なんだなと。いい商品だからこそどんなサイトでも1位
になっているんだと思いますよね。ただ実際はアフィリエイトの報酬が最も高く、たくさん売れればその分利益が上がるため、サイト運営側の思惑があると言えます。逆にアフィリエイト報酬が低いからという理由で、本当にいい商品が紹介されていなかったりもします。もちろん全部のサイトがこうなっているわけではなく、自分が実際に試して良かった商品をピックアップして、しっかり比較しているサイトもございます。ここら辺の見極めは難しいですが、やはり信用できるサイトを見つけて、自分の判断でぜひご活用いただけたら幸いでございます。ということでまとめです。比較サイト、ランキングサイトは広告以外問わず意図的に作られているものが多く信用しすぎない方が良いです。また、比較サイトだけじゃなく、口コミやレビューサイトにおいても同様のことが言えますので、しっかりと見極めることが重要です。個人的にはそもそも比較サイトをあまり活用することがないですね。たまに見ることはありますけど、基本的には自分が信用している人の口コミを元に商品購入したりします。信用している人、つまり家族や友達、仕事の仲間などが良いと言えば、多分本当にいい商品なんだろうなと思い、自分でも買ってみようという感情になります。信用している人に聞いて、その人がおすすめしてくれたものを買う。こうすることで騙されることはないですし、買い物ストレスもなくせます。僕はそうしております。ウェブ業界で働く人間が何を言ってるんだということですが、やっぱり身近な人の生の情報っていうのが一番惹かれますよね。僕らとしてはそれを理解した上で、できるだけその人に合った有意義な情報をウェブ上でお届けするのが仕事ではあります。はい。ということで、比較サイトの真実について今回ご説明させていただきました。ウェブで買い物するときには十分注意しましょう。次回は夏の終わりのウェブに関する怖い話。これの第2弾について情報をお届けいたします。先にタイトルだけお伝えしますと、ウェブページは簡単に偽装できるというテーマになります。ぜひお楽しみにしてください。今回の動画は以上となります。僕のチャンネルではウェブマーケティング、リスティング広告、認知心理学、管理画面やエディターの使い方などを中心に情報を発信しております。もし参考になりましたらチャンネル登録やいいねボタンを押していただけたら幸いでございます。また、ご不明点やご相談などございましたら下記のコメントであったり、メール、Twitter の DM、LINE 公式アカウントなどから気兼ねなくご連絡くださいませ。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。